今回の動画ではアフターエフェクツの標準エフェクトにあるエクスプレッション制御というグループについて解説していきます。エクスプレッション制御のグループはこの8種類があり、通常塗るレイヤーに適用して使います。ではどうやって使うか実際に使って説明したいので、このチャンネルで前回解説したグリッチ素材のテンプレートを使っていきます。このプロジェクトの作り方はこちらの動画で全て解説しています。このプロジェクトは10種類以上の調整レイヤーなどにより映像にグリッチ要素を追加することができます。メインとなる9種のグリッチ素材を組み合わせることでグリッチ効果を作ることができるグラフィックテンプレートです。このプロジェクトはこのような作りになっていて階層にまたがっています。これらレイヤーを選択していちいち表示非表示を切り替えたり各レイヤーのパラメーターの数値を変えていくのは正直めんどくさいです。そこで今回の本題であるエクスプレッション制御を使いコントローラーレイヤーを作りノイズを簡単に制御できるようにしていきます。これで各ノイズレイヤーを触らずに済みます。コンポジション間移動も必要ありません。触るのはコントローラーレイヤーだけになるので作業者に優しいプロジェクトを構築できます。実際にやっていきましょう。ショートカットコントロールオルトシフト Y で新規で塗るレイヤーを作成します。名前をコントロールとします。ここにスライダー制御を適用していきます。スライダー制御を適用するとエフェクトコントロールにこのような1次元の数値のスライダーが現れます。ではこのスライダー制御にノイズレイヤーのパラメーターをリンクさせていきます。まずスキャンラインアップの太さです。これはコントローラーから編集できるようにしたいのでスキャンラインアップのフラクタルノイズのスケールの高さからエクスプレッションのピックウィップでコントローラーのスライダーに引っ張ります。リンクさせるにはコンポジションのエリアをこのように2画面にしてピックウィップで引っ張れるようにします。コントローラーのスライダーを表示させます。フラクタルノイズのスケールの高さからピックウィップでコントローラーに引っ張ります。すると太さのところにスライダーの数値の内容が入力されました。分かりやすいようにコントローラーのスライダーの名前をスキャンラインアップシックネスと名前を変更します。このようにコントローラーには分かりやすい名前を付けておくことが大事です。このようにピックウィップを使えば簡単に別のパラメーターの数値を参照することができます。これでスライダーの数値を変更すればスキャンラインの太さが変更できるようになりました。数値がリンクしたということですね。では数値を50にしておきます。再生します。次はノイズのスライドするスピードも変更できるようにします。今作ったスライダーを複製します。名前をシックネスからスピードに変更します。乱気流のオフセットの項目を開きもうすでに使用されているエクスプレッションを変更します。マイナスタイム ×60 の60を選択してピックウィップでコントローラーにリンクさせます。これでコントローラーでラインのスピードも調整できるようになりました。ここでは数値を200に変更します。再生します。これがエクスプレッション制御の使い方です。このように必要なパラメーターをコントローラーにエクスプレッション制御を使って集めていきます。次はこの2スキャンラインアップのノイズを有効にするかどうかのスイッチを作ります。この場合エクスプレッション制御の中のチェックボックス制御を使います。コントローラーレイヤーを選択します。ここにエフェクトエクスプレッション制御からチェックボックス制御を適用します。名前をユーズにスキャンラインアップとします。コントローラーレイヤーに今追加したチェックボックスを展開しておきます。では2スキャンラインアップの調整レイヤーの不透明度にエクスプレッションを入力します。入力するエクスプレッションはこちら x イコール0 if x イコール0カッコ閉じ 0else100 と入力します。このエクスプレッションを解説するとイコールが2つは等しいことを比較する演算子です。0と等しい時は true となり A の値を返して等しくない場合には false となり B の値を返すという式です。今は x に0を代入しているので左辺と右辺が等しいので true となり結果0が値として入力されます。ではこの x イコール0の0を選択してピックウィップでコントローラーのチェックボックスに引っ張ります。チェックボックスはチェックしていない状態は0、チェックした状態は1を返します。今はチェックが入っていません。
つまり今の状態では X には0が代入されていることになります。ではチェックを入れてみましょう。すると不透明度が 100% になりノイズが現れました。チェックボックスはチェックを入れると1という数字を返します。 X に1を入れると1=0となりフォルスとなるので B の値が使われます。つまりこのエクスプレッションではチェックが入ってない場合は0を返しチェックを入れると100を返すということです。これでチェックボックスにチェックがある時だけノイズを有効にできるわけです。この使い方は重要なので覚えておきましょう。今はチェックをオフにしておきます。このノイズのオンオフのスイッチはノイズの数だけ必要ですね。次はカラー制御を使っていきましょう。このプロジェクトにはカラー変更用にトライトーンを適用した調整レイヤーがあります。このトライトーンの色、ハイライト、ミッドトーン、シャドウをそれぞれコントローラーにリンクさせます。コントローラーを選択してエフェクト、エクスプレッション制御からカラー制御を適用します。これは見ての通り色を指定するコントローラーです。カラー制御を複製して3つにコピーします。上から名前を変更します。ハイライト、ミッドトーン、シャドウに変更します。タイムラインでコントローラーのパラメータを開いておきます。ティックウィップを引っ張るためにトライトーンのパラメータも開きます。それぞれパラメータをリンクさせていきます。ハイライト、ミッドトーン、シャドウをリンクできました。これで画面の色もこのようにコントローラーレイヤーから変更できるようになりました。次はポイント制御です。トライトーンの調整レイヤーは非表示にしておきます。3、ウェーブフォームワープの調整レイヤーに使用していきます。コントローラーレイヤーを選択します。エフェクト、エクスプレッション制御からポイント制御を適用します。ポイント制御は見ての通り位置などの2次元の座標に使用できるコントローラーです。3、ウェーブフォームワープのモーションタイルの中心を開きティックウィップでコントローラーのポイント制御にリンクさせます。するとこのようにコントローラーで X 座標と Y 座標がコントロールできるようになりました。ではポイント制御に分かりやすい名前を付けましょう。ここでは数値を960の540に戻しておきます。次は角度制御です。エフェクト、エクスプレッション制御から角度制御を適用します。角度制御の名前を変更しておきます。角度のコントローラーです。3、ウェーブフォームワープの波形ワープの方向のパラメータからピックウィップでリンクさせます。これで波の方向をコントローラーから制御できるようになりました。コントローラーで90度と入力してみます。再生します。波形ワープによるノイズが水平方向から垂直方向に切り替わりました。数値を元に戻しておきます。再生します。これが元の水平方向のノイズです。これでコントローラーでノイズの角度を制御できるようになりました。次はドロップダウンメニュー制御の使い方です。これは少し複雑なので詳しく解説します。コントローラーにエフェクト、エクスプレッション制御からドロップダウンメニュー制御を適用します。では3、ウェーブフォームワープの波形ワープの波形の種類からピックウィップでリンクさせます。そして波形の種類には9種類の項目が選べるようになっています。これをコントローラーにも同じように入力していきます。コントローラーに適用したドロップダウンメニュー制御から編集をクリックします。これで項目をカスタマイズできるので上から同じ項目を作っていきます。まずプラスボタンで9つの項目を作成します。先ほどの波形の種類にあった9種類を上から同じ順番で作成していきます。これで9つの項目が打てましたので OK を押します。リンクできるようにパラメータを開いておきます。波形の種類からピックウィップでリンクさせます。
波形の種類のパラメータを開くとエクスプレッションが入力されリンクされたことが分かります。ではコントローラーで切り替えてみましょう。項目を区形に変更します。実際に波形ワープの項目も区形に変わりました。正常に動いています。波形の種類をノイズに変更します。これでコントローラーレイヤーから波形の種類を選べるようになりました。では今設定したドロップダウンメニュー制御の名前を変更しておきましょう。このようにもともとはただのヌルレイヤーにエクスプレッション制御によりパラメータを集約させてここでコントロールできるようにするのです。ではこれらの処理を繰り返し完成したコントローラーレイヤーです。この完成プロジェクトは概要欄からストアーズにて有料ですがダウンロードできます。それぞれのノイズレイヤーのオンオフとそれぞれの調整用のパラメータが集まっています。これで簡単にグリッチがコントロールできるようになりました。さまざまなノイズを組み合わせてグリッチ表現が調整可能です。これで自分の好きなグラフィックにノイズ効果を追加できるグラフィックテンプレートが完成しました。あとプロジェクトを整理するときに便利なのがシャイレイヤーです。例えば触ってほしくないノイズレイヤーはシャイレイヤーで見えなくするのも手です。やり方は隠したいレイヤーのシャイスイッチをオンにしてシャイ機能を有効にすればレイヤーを隠せます。これでプロジェクトがかなり綺麗になりました。いかがだったでしょうか。今回はエクスプレッション制御について解説しました。説明した通りこれらのエフェクトはコントローラーレイヤーを作るためにあるエフェクトです。操作するパラメータを1箇所に集めておく。使いどころはやはり何度も使うようなグラフィックテンプレートのプロジェクトです。特にプロジェクト制作者だけでなくチームでそのプロジェクトを使用するときに有効です。このようにコントローラーで表示非表示の操作ができるようにしておくことで時間のロスが少なくなりプロジェクトを分かりやすく整理することができます。そして他のパラメータを触らせないのはミス防止にもなります。シャイレイヤーでレイヤーを隠すのもミス防止が理由です。実際海外のサイトなどでグラフィックテンプレートを購入した際にはこのようにコントローラーレイヤーが使われていますよね。さらにシャイレイヤーも使いレイヤー構成も綺麗に見せています。テンプレートを作る際は他人に触ってもらうわけですからできる限り分かりやすく整理しておきましょう。今回内容がどうしてもエクスプレッションの話になってしまい少しややこしく感じたかもしれません。エクスプレッションが苦手な人は解説の通り同じ内容で打ち込んでください。ぜひ皆さんも積極的にエクスプレッション制御を使って綺麗なプロジェクト作りに挑戦してみてください。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。